すごい尖ってたんですよね、私。ウニ？あ、ウニね。ウニって、ウニ。あ、それ面白いね。その周波数的なものが例えばある部位にね、部位の調子が悪いなとかなってたら、その周波数が結構ずれてるんですよね。私ね、肉体を持った自分のエネルギーを流して、なんていうのかな、高次元にやってもらった方がいいってずっと思ってたんですよ。宇宙からもね、いつもそういう愛のエネルギーとか癒しのエネルギーは送られてきている。で、あなたたちからも受け取ってますよっていうのを言ってます。受け取ってるんだ。受け取ってる、それびっくりしちゃった。はい。それでは始まりました。スターシードチャンネルということでございますが、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。それでは、今日はですね、なんと、ヒーリングっていうやつよね。癒し癒しですか？ヒーリングってやつをね、ちょっとやりましょうかっていう話になりましたが、あきこさん、なんかヒーリングについては、どうなんでしょうか？得意分野なんでしょうか？あんまり得意じゃないですね。あんまり興味があんまりないっていうか、なかった。なかった。はい。あんまり興味がなかったんですけど、でも、アルクトゥルスヒーリングがすごいなと思って、あのあたりから興味持ってきたかな。そうね、興味がなかったっていうのは、例えば、よく巷ではね、こう、癒しを求めて、まあ、パワースポットに行く人もいれば、なんか癒しグッズを買う人もいれば、なんか結構癒しってみんな求めてる感もあるんですけど、あきこさんはなぜ興味がなかったんですか？癒しとかヒーリングとか、ヒーリングっていうか癒し、いつも癒されてるのかもしれないね。あんまりそういう、なんだろう、癒しグッズとか、なんかあんまりあれかな。あとそのヒーリングで、セルフヒーリングとかでね、こう、なんかこう自分のことヒーリングしたりする人もいると思うし、お客さんのメニューとしてのヒーリングっていうのも私はやってないんですよね。あんまり。そう。でもそういうのが得意な人もね、いると思うんですけど、そう。そうか。僕はね、なんか癒しは興味はあるんですよ、結構前からね。まあ昔だったらこう、なんていうの？こう、マイナスイオン発生器とか買ってみたりとか。流行りましたよね、そういうのね。なんかありましたね。ね、まあもちろんパワースポットにもよく行ってみたり。そうなんですね。ましたね。マヤ文明のことも興味があったから、昔2012年の、なんか、あの時にはマヤにも行きましたし、遺跡を見に行きましたし。ミーハーですか？ミーハーですね。ミーハーなんですね。ミーハーですね。あとはね、なんかこう、結構昔から癒しキャラなんですよ、僕が。って言われてました。癒しには興味があるんだけど、自分は癒されたいんだけど、相手を癒すことを勝手にしてしまってたんじゃないかなって気がします。してしまってた。そう。だからね、そういう意味では、まあ今一度今日は、ちょっと癒しについて考えながら、癒しの方法もね、皆さん多分こう見てる人は知りたいと思うんで、自分でどうやって自分を癒したりとか、人を癒せばいいのかなっていうのを、ちょっと、まあ、教えてもらうというか、考えていこうというかね、そういうふうにちょっとしようと思うんですけど、なんかいい方法ってありますか？癒し、そうだな、霊気とかね、癒しといえば、あとヒーリングといえば霊気だと思うんです。私も一応霊気とかやってるんですけど、やっぱセルフヒーリングで、こうやっぱりさ、まあ、霊気やってるやってないとしても、こう手を当てたりとかすると、もうそれでさ、こうすごくこう、なんていうの、エネルギーが自分の中に入ってきたりするじゃないですか。わかります？だからそれをなんか、自分に対してやったりとか、あとその子供に対してとかはよくやるんですね。だから霊気やってるやってないっていうので別に考えなくても、自然にそういう癒しとかね、ヒーリングっていうのは日常やってたりするのかなって思ったんですよね。子供に対して自分がやってて、そう。なんか親がなんていうの、手当とかね、自分の子供に対してこうしたりするじゃないですか。なんか熱があるのとかね、手当ててあげたりとか、もうそれで結構ヒーリングの効果があったりとか、
まあ、波動でエネルギーが伝わったりするのかな、やっぱり。もともとそんなこと人間ってみんなやってるんだよね、日常。そうですね。僕もまあいろいろこう研究してきたし、まあそういったね、最新 IT 機器とかもね、まあやってるからわかんないけど、確かにその癒しっていうのは要は周波数的なもので、例えば癒されていないというかなんだろう、その周波数的なものが例えばある部位にね、部位の調子が悪いなとかなってたら、その周波数が結構ずれてるんですよね、基本的に見ると。だそれを例えばもちろん自分でセルフでやるもよし、なんかね、マインドでやるもよし、いろいろあるんだろうけど、まあそういうことによって、確かにそれが調整されるっていうのはあるんですよ。あとは、なんだろうな、多分まあ、よくね、癒しスポットに行こうとかいうのあるじゃないですか。パワースポットか。で、あれでね、まあ僕も結構そういうの行くのが好きなんだけど、どうしても行けない人もいるじゃないですか。で、そういう時に、なんかいい方法あるのかなって思ってたら、まあパシャール曰くね、例えば、まあ僕は結構富士山とか好きで、ね、たまに行って、まあエネルギーもらうんだけど、じゃあそういう場所に行かないとダメなのかっていうと、実はそれを思い浮かべるだけで同じように癒されるんだよって言ってたし、だから、なんていうかな、今すぐにでもできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。行かなくても。そう、パワースポット行かなくても。パワースポットってさ、なんで行くんですか、よしさん。僕なんだろう。疲れちゃうから疲れちゃって、求めちゃう。なんか、勝手に。体が。行くとどんな感じになるんですか？なんか、めっちゃなんかエネルギーチャージみたいな感じになるのかな。なるんだ。わかるんだ、そういうのが。例えば、そうだな、僕はまあ、都会には今住んでるんだけど、子供時代は山のてっぺんに、標高1000メーターの山に逃げまして、まあそこで山の中で生活してたんでね。まあそういう意味では山も結構行かないと、行ったらまあ癒されるんですよね。だから体が求めてるのかなっていうのもあるし、あとはハワイとかも大好きで、毎年行きますね。ハワイはハワイでやっぱエネルギーがもう完全に違うなっていうのは分かりますよね、もう。さすがに、そうそう、僕はちなみにそういうの全然分からない人っていうのをね、毎回この動画で言ってるけど、多分人よりも感じないんですけどね、感じないのに、それが感じるっていうのは、多分相当僕には合ってるしっていう気はする。なんだなっていう感じです。感じないって言ってるけど、感じるのか。まあ実は感じる。感じないふりをしてた。ふりをしてた。ふりをしてるかもしれない。まあ感じるのかな、じゃあ。じゃあね、まあ、あきこさんはパワースポットってないのかもしれないけど、いや、って言うならばどこですか？パワースポット。パワースポット。どこなのかな。今自分がいるところはパワースポットみたいな気持ちでいるんだけど、なんか、だからあんまりこう場所とかに行ったりっていうのがあんまないかな。いろんなところに行ったりするのは好きだったんですけど、だからパワースポットに行ったり、回ったりとかっていうことはでもやったことないかな。行きたいっていうのはあんまないね。なんでないのかな。普通あるよね、でもきっとね。そうか。いやおそらく、いやまあ僕もねそういういろんなね、なんか今感じりゃいいじゃないかになってからは、まあ行っても行かなくてもいいんだけど、行ったらなんか楽しいよねっていう方向で行っちゃってんだけど、最近はね。だからもう死にそうで癒されないとやばいっていう風に行くわけじゃないんだけど、まあ楽しいから行くっていうのはあるんだけど、多分あれじゃないかな。まあ常にだからあれじゃない？常に癒され、常に自分で癒して、常にだから、まあまあ、そういう言い方すれば、源泉とつながってるっていうか、ハイヤーセルフと共にいるから。まあ。そういえばさ、あれだよね、こういう仕事を始めて、YouTube 始めてから、癒されるって言われるようになったんですよ。私見てると、癒されるって。言われたこと、この方なかったよね。なんていうの。ずっとそんなこと言われたことなかったんですよ。癒されるなんて。キャラはどんなキャラだったの？
あきこさんのキャラ、ウニって、もともと。ウニって言われてたら、ウニってこうとんがってたんですよ。すごいとんがってたんですよね、私。ウニあ、ウニね。ウニって、ウニ。あ、それ面白いね。あ、めちゃめちゃトゲがあるわけね。あ、それ面白いトゲがすごい毒舌でトゲがあるウニ。あ、毒舌キャラね。ごめんなさい。あ、やばいやばい。そうそうそう。大丈夫大丈夫。ごめん。大丈夫。放送事故ね、放送事故。大丈夫ね。放送事故。なんか、あ、いやいや。大丈夫だって。あ、ごめん。面白い情報を聞いちゃいましたね。ウニだったのね。ウニだったのがさ、癒されるって言われるから、なるほど。そう言われるようになったんですよね、こういうのやって。だからやっぱね、波動を整えて、あえて、なんていうんですかね、ぼーっとできなかった私がぼーっとするっていうのをあえてやってたから、なんかそれで多分癒しのエネルギーとかが出るようになったのかな。そっか。ということは、まあやっぱり何かを求めて、何かね、探し回ったり、こう癒されに行ったりとかいうのもいいんだけど、やっぱり自分が自分ですぐ常に癒されてたら一番いいですよね。そうなんかもしれないですよね。自分で、どっかに行かなくても、でもそうだ、私だから、あれですもん、20代の頃とか結構旅行が好きでいろんなとこ行ってたんですよ。だからもしかしたらそれはなんかパワースポットみたいなエネルギーをチャージしてたのかもしれないね、動いて。なるほど。いろんなとこ行って。でもそれが今だからもうずっと一箇所にいますもんね。インドの、片田舎のインドにずっといて、すごい満たされてるんですよ、今ここで。どこに行きたいっていうのはあんまないんだよね。そっか。僕は僕であれですね。そうそう。僕もやっぱ20代は、もう超絶いろんな国行きましたね、そういえば。よく。いろんな国動き回ってね。動き回って、日本半分ぐらいは海外。まあ会社も海外に作ったし。で、だけど最近はまあね、子育てもあるからもあるんだけど、まあほぼ、この都会のど真ん中に。でもここはまあ癒されてるんだけど、結構ね、パワースポットなんだけど、まあ人それぞれあれかな結局は、まあ、結局今その場にいて、いかにそこをパワースポットにしていくかみたいな感じかな。そうなると。そうですね。それもちろんね、だからみんな一人一人すごい力持ってるし、癒しのパワーとかってやっぱり出てるんですよね、自然に。それがだからまあ乱れてるんだよね、多分日常、こう、なんていうのかな、忙しくしてたりすると乱れてるから、波動を整えるとそういう自然に癒しのエネルギーが出て、パワースポットみたいになっちゃうのかもしれないね。そっか。自分も癒されて、周りも癒されてってなってるもんね。見てて。私だから癒されるって言われて、何を言われてるかが全然わかんないんですよ。言われたことないから。何を言ってるのかがわかんないんだけど、なんで癒されるのかがわかんないですよね。だから、なんでだって言われるかがわかんない。いや、なんか癒されますよ。まきこさんは僕は動画で見てて癒されるなーって最初思いましたもんね。思ったんだ。じゃあそこが波動を整えてるからかね、やっぱし。そうだね。言われたことなかったもんね。一切ないよ、そんなこと。多分。面白いね。面白いよね。そう。あとね。何はい、何いい、じゃあ先にどうぞ。この間ちょっとそう、お姉ちゃんとヒーリングの話をしてて、なんかヒーリングっていうのは、すべてにヒーリングのエネルギーが宿ってるというか、ヒーリングなんだよって、なんかヤンタラさんが言ってたかな、とにかくそのヒーリングって何かっていう話をしてて、だから要は水をコップに注ぐこともヒーリングになったりとか、例えばですけど紙に、ペンで何か書いてるのもヒーリングになったり、人のことを考えてることもヒーリングになるんだよっていうのをなんか言ってたで、だから全てがヒーリングであって、まあ祈りであってなんだろうね、全てのことが神聖なことみたいな感じなのかな。素敵だよね。なるほどね。考えると。そっか。全てがね。なんか全てがヒーリングなんだって。癒しか。全てが癒し。だから、癒しっていうのは、例えば特別なものではなくて、結局なんていうかな、もう、わかんないけど呼吸みたいなもんで、なんかなんていうかな、そういうものかもしれないですよね。よく、ちょっと言い方がちょっと難しいんですけどね。
あまりに自然すぎて、こんなことがって思うかもしれないんですけど、やっぱりすごいことをやっぱり日常みんなやってたりするってことなんじゃないかと思うんですよね。あとはまあ、あれですね、何もしなくっても存在だけが、まあ、ある意味癒しといえば癒しだし、なんかこう、ありがたいといえばありがたいみたいな、そういうのってあるじゃないですか。だから、まあ、昔だったら僕も何かをせねば、こう、役に立たないんじゃないかとかね。例えば何かを、しなければ逆にその迷惑をかけるんじゃないかっていうふうなことがあったんだけど、まあ、ただそのままで言えば、実はいろんな人が癒されているっていうことが、まあ、僕が癒しキャラっていうんじゃなくて、みんなそうなんじゃないかなっていう気も最近はし始めてね。そう。癒し、ね、よしさんが癒しキャラって言われてきたのも、きっとこうなんか穏やかな波動だからなんじゃないかね。穏やかな感じ。それは、そうね、穏やかな波動。そう、穏やかなんだけど、ハングリー精神とかっていうのをあえてね、若い時はやってみたりもしかし、やったけど、まあ基本はもうこういうキャラですとか、性格ですから、怒ってるんだけど怒ってるように見られないとかね。いいことありますし、よくありますよね。はいはい。あと全然もうなんか、もうこういう動画ね、YouTube なんとかね、まあこういう動画なんで思ったんだけど、動画を見てる人に、このわかんないよ。こういうのは僕はよくわかんないんだけど、癒しのエネルギーを送りますとかって送るみたいな人もいるような気がするんだけそういうのできちゃうのかな。できますね。波動だから、そう、意図すれば、私もたまにやるけど、意図したら、やっぱりそのエネルギーがいくんですよね。その見てる人にその波動が伝わる。で、それは別にリアルタイムじゃなくても、その時に見た時にその波動がいくみたいな。時間とかないからね、結構。そっか。なるほど。なんか実験してみたくなりますよね、そうなると。なんか今こうやって動画を見てる人が、癒されたらいいなって思うわけなんですけど。なんかやってみようか。見ましょう。どうやればいい？ヒーリングのエネルギーを、ヒーリングの、じゃあ、私がやるときはいつも高次元につながって、高次元にヒーリングしてもらうんですよね。そのまま終わるまで、なんてエネルギーが流れるまで待つみたいな感じなんですけど、そんな感じでいい？別にこう手からこう何かを出すとかじゃないんですけど、なんかハンドパワーですみたいな、おもろいけど、まあちょっとみたいなね。みたいなね、なんか出てそうな気がするけどさ、そういうのってね。まあ、わかんないけど、じゃああきこさんのそのやり方をちょっと一回やってもらってもいいでしょうか？はい、わかりました。じゃあアルクトゥルスに向かって、アルクトゥルスにヒーリングしてもらいますね。で、やり方は、今、アルクトゥルスに私が今つながって、何のヒーリングしてくれるのかな？重い周波数を持っている人が結構いるみたいなので、ちょっとこう、エネルギーが軽くなるように、ヒーリングのエネルギー、軽くなるヒーリングっていうのかな？それをアルクトゥルスにやってもらいます。で、それを私は意図して、じゃあみんなに行くようにお願いしますってお願いしますね。で、今、アルクトゥルスにやってもらうので、ちょっとで、見てる人はそのままリラックスしてればいいですね。1分ぐらいやるみたいです。これで自分で YouTube とかやるときは宇宙語を載せたりするんですけど、今日はいいかな。そうだね。このままちょっと、このまま流してきます。まあ、喋りながらも流れてるから。じゃあ、特にこう、無言じゃなくてもいいってことね。今の。そうだね。今やってくれてる感じ。今すごい、なんてエネルギーが上がってきた感じがある。いいよね。楽ちんでいいよね、このパターンね。
勝手にそう、そう、私ね、これだ、これ、ヒーリングなんでやんなかったかっていうことですね、私。はい。私ね、肉体を持った自分のエネルギーを流して、なんていうのかな、高次元にやってもらった方がいいってずっと思ってたんですよ。別にいろんなヒーリング、そう、前から、だから要は、肉体を持った私のエネルギーを人に流すよりも、高次元に全部そのままこう垂れ流してやってもらった方がいいなって思ってたんですね。だから、私が霊気の、なんていうの、宇宙エネルギーを私の筒を通してこう誰かに流すっていうよりも、高次元にやってもらった方がいいと思ってて、これが本当に今できるようになったから、やっとだからヒーリングに興味を持ったのかな。あ、そっか。それなんかね、僕、あえてちょっと IT 寄りな話をすると、なんかね、昔のパソコンとかって、要はその、パソコンの中になんか入ってないとダメだったんだけど、今クラウドになったから、勝手にもうそうネット上からピュンピュンピュンみたいに行くみたいな。そんな感じね。そんな感じよくわかんないけど。いや、それ似てる。だってそうじゃない。だってダウンロードしなくて、だから自分のところにダウンロードしてそれをなんか与えてたわけでしょ、昔のっていうか今までの。そうなんですよ。そう。こうやってこうみたいな感じだったけど。いらないってことだからクラウドじゃんって話。クラウド。すごいね。ネット上にあるそういう、わかんないよ。ヒーリングエネルギーかなんかわかんないけど、そういうのを勝手にダウンロードしてねってことでしょ。そう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 、高次元にやってもらった方がいいよって思ってたずっと。だからヒーリングにタッチしなかったんだけど。なるほど。面白いね。そう、やっとやりたくなってきたんですよ。だから、これが多分高次元が介入できるようになってきたから、やっとやりたくなってきたから、だから出たのかもね、今日ヒーリングっていう、ほら、お題がね。そういうことね。そうかそうか。そうだと思う。今、はい。そうそう。全然前回ぐらいかなに、アルクトゥースヒーリングとかもやったけど、なんだろうな、みんなこう、今日はヒーリングってテーマで、大きな枠でやりたいんだけどね。そうなると、いろんなヒーリングのやり方、セルフヒーリングのやり方があるんじゃないかなっていうふうに、ちょっとあえてね、考えてみたいなと思ったんですけど、他になんかやり方、自分でできるパターンでなんかないかなと思って。今みたいにだから高次元にお願いして、なんか癒してくださいとかね、だから自分が好きな天使とかね、ミカエルとかでもいいけど、ミカエルに、肩ヒーリングしてくださいとか、頭ヒーリングしてくださいとか、あとは例えばヨシさんにヒーリングしてくださいってお願いすると、ミカエルがやってくれたりするから、こういう感じで、お願いしてやってもらうっていうやり方もいいよね。そうかそうか。で、そしたら、へりくつをこねる僕みたいな人がいるんですけど、例えば、そう言ってもイメージができませんとか、今よくでもやったんだけどよくなりませんでしたとかね、いろんな人が出てくると思うんだけど、なんか、そこでいろいろコツもあるでしょうしね、なんだろう。何が、どうやったらうまくいくんだろうなと思ってね。ちょっと今日はその辺まで。ヒーリング、なんだっけ、どうやったらうまくいくか、相手が認識してるっていうのが大事なんですね。相手が認識してて受け取るっていう風になってるっていうことと、あとはやっぱり委ねるって感じなんじゃないかな。委ねる。今ね、で、さっきアルクトゥルスヒーリングやってたやつで、ちょっとアルクトゥルスが言ってるのは、エネルギーがやっぱちょっとね、重い人がすごい多かったみたいですね。なんか、やっぱりこう、暗くなってるわけじゃないんだけど、重かったみたいだから、そこをやっぱりこう、バーッと、なんていう高次元のエネルギーで軽くしたって言ってたね。なんだろうな。なんだろう、これ。来るものとしては、そうだな、高次元にもっとやっぱつながってほしいみたい。だから、アルクトゥルスにヒーリングしてって言えばやってくれると思うから、どんどんお願いしてくださいって言ってる。なんかもうね、自分の力でみんなね、なんて言うんだろう、なんとかしなくちゃって思ってるみたいなんですよね。だからヒーリングとかも多分そうかな。自分自身で癒さなくちゃみたいな、感じになってるんだと思うんだけど、高次元の力をもっと使って、ヒーリングとか癒しっていうのをやっていくときだから、私たちをもっと呼んでくださいって言ってますね。なんか何が出てくるなんだろう。そうなのか。いや、やっぱり確かにまだまだあれかな。やっぱりなかなかこう、身近でそういうことがなかったからもあるんだけど、
なかなかこう委ねられないっていうのがね、やっぱりみんなのね、意見なんでしょうね。僕も。あれだよね、ほら、うん、神様とかさ、なんか頼んじゃいけないのかなとかってあるじゃん。頼みすぎいけないかなって、思うと、神様とか、まあ、高次元の存在とかね、悪いかなみたいな、人間的に思うじゃないですか。だけど、逆なんですよ。頼んでくれるの待ってるし、で、しかも、なんていうの、私たちが意図しないとできないんですよ。勝手にできない。だからヒーリングも同じだよね。ヨシさんに私がヒーリングのエネルギーを送るって思ってても、まあ、癒しのエネルギーは行くかもしれないけど、ヨシさんが受け取るって思ってたら、まあ、その効果が強くなるっていう、ね。そうだよね。よく、例えばそういう時に思うのは、実はその人自身のタイミングが、まあ、例えばね、もう受け取ろうと、まあ、潜在意識的に思ってても、なんか、どうもいかないっていう場合は、その人のタイミングがそうじゃないような時ってあるじゃないですか。で、ある時そのタイミングが来た時は、全く同じことをやっても、もう全然違う影響が起きるみたいなことってあるじゃないですか。まあ、それはだから、言葉上での癒しでもそうかもしれないし、さっきみたいな高次元の癒しでもそうかもしれないし、結局は自分自身が本当に奥深いところでも、今だって、なんか許可してないと、多分、いかないのかなって気もするんだけどね。ああ、そうだね。もうみんなもう許可してんじゃないの、かな。でもそろそろタイミングかなって感じ。さすがに今タイミング。まあちょうどこれ見てる人なんかそうだよね。これ見てる人はまさにタイミングだから見てるんでしょうけどね。そうですね。と思いますね。もう許可してるから見てる。そう、ハイヤーセルフが連れてくるしね。本当にさ、やっぱりこう、なんていうのかな。まあ、話がちょっとずれるかもしれないけど、高次元とか創造主とかね言ってますけど、本当にすごいんですよね。皆さんってイエス・キリストとかさ、ブッダとかって、まあ、昔のそういうすごい人たちと同じレベルなんですよ。みんな同じレベルだから、だからそういう重い周波数やっぱ外していかなくちゃいけないんだけど、外していけばだから同じレベルになっちゃうし、もう本当に同じレベルまで来てるんだけど、人を頼ることとか、なんていうのかな、もう準備ができてるからね、こういう感じでこういう情報が入ってるんだと思うんだけど、人を頼ったりすることに慣れてなかったり、高次元に頼ることとか慣れてないから、そういうまあ経済意識的な部分をもっと枠外していくといいよね。そっか。思いますね。最近なんかね、もし釈迦とかね、イエスさんがいたら、結構仲良くなれる自信があるんですよね。いや、話が合う自信があるんだけど、まあ、見てる人もだんだんそんな感じに今なってる人多いと思うんだけどね。まあいいか。まあ、そういうじゃないと、まあ、生まれられないというかね、今のこの高次元に対応できないんだと思うんですよね。そう。だから、すごいんだと思うんだよね、今生まれてる人たちが。はい。じゃあまたね、宇宙からのちょっとメッセージとして、はい。どうしましょうか。癒しと言いますか、ヒーリングっていうんですかね。癒し。宇宙的なメッセージとしてまたね、皆さんにいただければと思いますね。はい。わかりました。癒し以外かな。ヒーリング、癒しって言ってる。まあ、みんな一人一人がもう癒しそのものみたいなんですね。癒しそのものですって言ってて、自分では気づいてないかもしれないけど、一人一人が癒し合ってるっていうのかな。近くにいる人とか、まあこう、なんだ、自然とかね、すべてが癒し合っている。癒し合ってるって言葉ってありますかね。共振していて癒し合ってる。お互いにお互いをやっぱり癒してるっていうな、癒しっていう言葉だとするとね。そう、だから地球的に言うとすごくこう、例えば怒ってる人がいたとしてもそれも癒しみたいな、なんか全てがやっぱり癒しみたいなんですね。だからあとその心地いい、自分が心地いいなって思ってることっていうのが自分と一番こう共振してることっていうのかな。で、ちょっと嫌だなって思うのはちょっとそのなんて癒しのエネルギーがちょっとずれたりするっていうことだから、
ただそれだけのことだから、まあ、全ては癒しの中にあるってことを言ってるのかな。まあ癒しイコール愛みたいなんですよね。そうで、まあ、一人一人がそういう癒しの存在であって、あとはまあ地球もそうだけど、宇宙からもね、いつもそういう愛のエネルギーとか癒しのエネルギーは送られてきている。で、あなたたちからも受け取ってますよっていうのを言っています。受け取ってるんだ。受け取ってる、それびっくりしちゃった。ね、みんな一人一人が放ってるみたいですね。教師してんだね。はい。こんな感じです。はい。すごい。なんか、ね、受け取ってるっていうのはちょっとびっくりしましたね、最後ね。なんかそうなんだ、そうなんだ、と思ってね。そっかそっか。じゃあ、まあ今日からね、ぜひ、まあ、なんていうかな、もう気軽にというか、気軽に癒されて OK なんだよ、みたいな感じで、ね、皆さんがこう思っていけばいいんじゃないかなって気がしますけどね。すべてが癒しって言ってましたね。そっか。あと、あれじゃないかな、やっぱり私もほら、癒されるなんて言われたことなかった私が癒されるって言われてるのは、やっぱりリラックスしてたりするから、そういう、なんて言うんだろうね、波動を整えるのも結構大事かもね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。では、今日もね、なかなか、どうでしょう、皆さん癒されましたかっていう感じですけどもね。結構癒されてくれたらすごく嬉しいな、今回の動画で。で、まあとにかくね、皆さん一人一人が見てくれてる人、もう皆さん全員がね、癒しの存在だっていうことで今日はね、わかりましたんで、はい、本当に良かったです。はい、ということでまた、今日もではではと言いながら癒されながら、お別れしていきたいと思いますが、本日はよくわかんないけどね。はい、それでは行きましょう。ではでは。ではでは。はい、ではでは。